こんにちは、桜井です。1本目の動画、大変好評いただいております。見てくださった方々、ありがとうございます。マイペースではありますが、続けることを第一目標にこれからも頑張っていきます。よろしくお願いします。さて、今回は、ざっくり解説、ゲームモーションワークフローと題しまして、マヤからモーションを出力して UE5 内で操作できるまで一連の流れをざっくりつかめる内容となっております。目次はこの通りです。1番、ゲーム用ウォークサイクルの制作例。2番、UE5 にインポートして操作する。避けたかったんですけど、前回よりも説明が多くなってしまいました。細かいことはスキップしてもらって構いません。こういう仕事やってんやなって大まかな流れをつかめれば今回は OK です。それでは作業を見ていきましょう。1番、ゲーム用ウォークサイクルの制作例。ステップ1、アニメーションレイヤーを使ったチップス。ざっくりでいいので、まずはウォークサイクルを作ります。どうせ後で調節するので、だいたい6、7割クオリティで今は OK です。今回作っていくのは戦闘中の歩きです。少し体を傾けて、左腕を構えながら歩くポーズを作っていきます。前回の復習ですが、後ろから見たシルエットにも気を配ります。速度は 210cm 毎秒。尺は28フレーム。ちょっと早歩きに近い印象です。こんな感じでざっくりウォークサイクルが作れたら、メッシュ全体を動かすコントローラーを選択します。それをアニメーションレイヤーに追加します。レイヤーが混同しないように、ルートトランス Z と名前を付けます。ルートトランス Z レイヤーを選択した状態で、0フレーム目と30フレーム目にキーを打ち、30フレームのトランスレート Z の値を210とします。30fps で作っているので、1秒間に 210cm 進むという意味です。そしてタンジェントはリニアにします。こんな見た目になっていれば今 OK です。これで疑似的にゲーム内と同じ環境を再現できました。疑似的にの意味は、インゲームモーションがやっていることはパントマイムだと私は思います。ベースとなる動きにキャラとモーションが乗っかってそれっぽく見せているという仕組みです。これはまたルートに関する動画を作る予定ですので、そこで詳しく話したいと思います。話を戻して、足が微妙に滑っているのが確認できますね。面倒ですが、この足滑りを1フレームずつ直していきます。ステップ2、ゲームエクスポーターで FBX ファイルを出力します。ウォークサイクルの調整ができたら、FBX ファイルをエクスポートしましょう。マヤの標準機能にゲームエクスポーターがあるので、これを使います。アニメーションクリップスのタブを選択し、プルダウンからエクスポートセレクションを選択します。ファイルの名前とエクスポートしたいレンジも入力しておきましょう。エクスポート先のフォルダも指定しておきます。ここで先ほど作ったアニメーションレイヤーが効果を発揮します。ゲームではその場歩きのデータが必要です。レイヤーのウェイトを0、1と切り替えることで、エクスポートしたいときはウェイト0に、アニメーション編集したいときはウェイト1とすることで作業を効率化できます。モーションが完成に近づいてくると、前案で修正とゲーム内で確認。この頻度が増えてきます。おすすめのやり方ですので、試してみてください。そして一番親の骨を選択します。このモデルの場合だとルートです。ウェイトを0にしてエクスポートしましょう。エクスポートした FBX をマヤで確認してみましょう。骨にアニメーションが1フレームずつベイクされたデータです。これを UE5 にインポートしていきます。2番、UE5 にインポートして操作する。
まず UE5 標準のサードパーソンプロジェクトを用意します。プレイするとわかるように、歩きや走りといった最低限のアニメーションが用意されており、ロコモーションも組まれています。実装するというのは大げさで、今からやろうとしていることは、既存のアニメーションを自分が作ったものに置き換えるという作業です。私は先ほど作ったウォークサイクルに加えて、ランサイクル、バトル待機のポーズのみ。この2つのデータを用意しましたので、合計3つのアニメーションを置き換えます。ステップ1、FBX のインポート手順。さっきマヤからエクスポートした FBX データを UE5 にインポートしましょう。こちらのインポートから FBX を選択します。このようなウィンドウが立ち上がるので、スケルタルメッシュは SK マネキンを選択して全てインポートします。3つのファイルがインポートできました。ステップ2、ブレンドスペースについて、サードパーソンプロジェクト内で用意されているなんちゃらかんちゃらウォーク欄を開きます。ブレンドスペースは、スライドするとわかるように複数のアニメーションをいい感じにミックスしてくれる優れた機能です。ちょうど左から右に向かってパッドのスティックを0から 100% 倒した状態だと思ってください。では、すでに登録されている3つのファイルを自作したモーションに置き換えていきます。次に、アセット詳細の MAX スピードを840に、ブレンドサンプルのスピードをそれぞれ840、210と設定します。これでブレンドスペースは準備できました。一度プレイして確認してみましょう。なんか思ったのと違います。キャラクター側の設定に上限があるので、それ以上スピードが出ない状態です。速度の上限を上げるために、ブループリントクラスの中身を1箇所変えていきましょう。こちらの DP サードパーソンキャラクターを開いてください。キャラクタームーブメントのマックスウォークスピードを500から840に変更します。これでパッドの左スティックを 100% 倒した時の速度がマックスで 840cm 毎秒となります。ステップ3、プレイをして確認。いい感じに動いています。ちなみに動画ではパッドで操作できるようにしています。参考にした動画の URL を概要欄に記載しておきます。説明は以上なのでおさらいです。こちらの5つについてざーっと説明しました。今回は実際のワークフローをなぞった動画でした。ツール、エンジンは会社ごとに異なりますが、どこの会社でもほとんどこれに近い作業をしていると思います。最初にも言ったように、細かいことはスルーしてもらって、大まかな流れをつかんでもらえれば十分です。細かいところまでは説明しきれていないので、もし不明な点があればコメント等で教えてください。さて、次回はジャンプの制作例を見ていきます。ジャンプの方が、よりゲームっぽい変わった作り方をしているので、知らない方は楽しめると思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。